こんにちは、オズ D です。今回は全自動で殻を入手できるシュルカートラップの作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロック部分は透過ブロック以外であれば、何を使用していただいても大丈夫です。トラップ周りにはきつぶしをしておくことで、エンダーマンが湧かないのでより安全になります。アイテム数は数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてください。では最初にシュルカーの移動範囲に関しての説明をしてから作成に移ります。今回のトラップはエンドシティの近くに作成します。使用するシュルカーは入り口付近にいる、この2体のシュルカーを使っていきます。シュルカーのワープの範囲は現在地から、縦横8マスのこの四角の範囲になります。作成する場所としては、この四角の範囲の中に、ワープできるブロックがない場所に作ります。エンドシティのブロックなどはワープ対象になり、エンドストーンもその対象になります。またコーラスプラントもその対象になるので、作成場所周辺は刈り取っておきましょう。根元を壊すと全て壊れてくれるので、根元から壊すと楽に壊せます。こんな感じで作成場所の周辺には何もない、ある程度フラットな場所を選択してください。通常10マスほど離しておけば問題ないのですが、今回は安全をとってダイヤ部分に作成します。離す距離はエンドシティから10マスほどと、地面からも10マスあれば問題はないです。そのあたりはご自身の地形と相談くださいね。では作り方の方へ移りたいと思います。まずは作りたい地面からも離す必要があるので、足場ブロックを使って10マスほど積み上げます。積み上げた足場のシティと反対側に、ガラスブロックを6個設置していきます。ガラスの側面側にも同じように、ガラスを6個設置しておきます。反対側にも同じようにガラスを6個設置します。今設置したガラスの先の方に、高さ3段でガラスを設置します。側面にも同じ高さになるようにして、3マス分ガラスブロックを設置します。反対側にも同じようにして、高さ3段で3マス分設置しておきます。真ん中の上部分には奥から2マスに、不透過ブロックを設置します。手前にはガラスを設置します。不透過ブロックの上にはボタンを設置します。足場側の真ん中のガラスを2つ壊して、そこにラージチェストを設置します。中からチェスト後ろのガラスを壊して、接続するようにしてしゃがみながらホッパーを設置。ホッパーの上にしゃがみながらボタンを設置。奥のガラス部分に水を流しておきます。真ん中のガラスの上に防具立てを設置して、流してホッパーの位置まで移動させます。シュルカーを連れてくる際に高さが必要なので、足場ブロックを仮で6つほど追加で積んでおきます。シュルカーを連れてくる前には、必ず透明化のポーションを飲んでおきましょう。ただ防具を装備しているとこのように、見えてしまいバレるので防具は脱いでおきます。防具を脱ぐとこんな感じで、完全に透明になり認識されません。それかピースフルにできる方は、設定からピースフルに変更しましょう。そうすれば透明化のポーションも不要で、シュルカーにも攻撃されなくなります。どちらかできる方でご対応くださいね。まずは入り口のシュルカーの間に、仮ブロックを2つ横並びで設置します。仮ブロックの上にボートを設置しましょう。ボートにリードをつなげておきます。リードを引っ張ってボートを移動させて、シュルカーをボートに乗せていきます。反対側も同様にシュルカーを乗せましょう。あとは引っ張ってトラップまで運びます。トラップまで連れてこれたらリードを引っ張って、足場で上まで登っていきましょう。上まで乗せることができたらリードを外して、ボートを壊してシュルカーを解放します。あ
とはシュルカーが不等化ブロックへと移動してくれるのを待ちましょう。こんな感じですぐに移動する場合もあれば、しばらく待たないと移動しない時もあります。こればかりはシュルカーの気分になるので、気長に移動してくれるのを待ちましょう。無事に移動してくれたので、これでトラップは完成となります。あとは待機中にエンダーマンと目があって、襲われても大丈夫なようにガラスで屋根を作ります。チェストの上に立って放置しているだけで、後ろのシュルカーが前を攻撃してくれます。シュルカーはプレイヤーが倒すと復活しませんが、シュルカーの攻撃で倒すと復活してくれます。その仕様を利用して後ろのシュルカーに、前を攻撃させて倒し続けていく仕組みです。倒されたシュルカーが殻をドロップして、チェストにこんな感じで溜まっていきます。ではチェストの中を一度空にして、少しの間放置してどれくらい溜まるかを確認します。あれから5分ほど放置していましたので、早速どれくらい溜まっているかを確認します。5分で16個のシュルカーの殻が入手できたので、単純計算で1時間に約192個入手できますね。放置しているだけでこの量なら、まあまあな効率ではないでしょうか。作りも単純で簡単に作成できるので、一つ作っておいても良いトラップだと思います。いかがでしたでしょうか。今回はシュルカーボックスの材料の、シュルカーの殻が簡単に大量入手できる、簡易シュルカートラップの作り方のご紹介でした。シュルカーボックスはアイテム持ち運びの際に、かなり重宝するのでいくらあっても良いですね。簡単なのでぜひ参考にしてみてくださいね。今回参考にさせていただいた方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひチェックしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。